周年 DIY の田中です。この間DSG オイル交換しましたけど、DSG の機械部分なのかな、クラッチオイルってやつだと思うんですよね。でそれ変えてからやっぱりね、違いがないなと思ってたら結構ありましたね。停止状態から2速に入るまでの時間が断然速くなったんですよ。前はこう1速の状態でぐーっと進んで一息つけて2速っていう感じがあったんですけど、今は気がつくともう2速に入ってるっていう状況。もう2速だね、早いね。でこれはね、ストレスがないんですよ。そのクラッチのヘリの部分ですよね。なるべくアクセルを開けずに2速に上がるまではアクセルを踏まないみたいな運転をするっていうじゃないですか。それをしなくてよくなったっていうか、あんまり気を使わなくてもよくなってきたんですね。1速から2速へのその息をつくようなブーンがでギア変えてブーンっていう息継ぎみたいなのがないんですよ。スッと入っちゃう。これはね、驚くほどね違いがありましたね。仕組みは分かんないですけどね、なんでオイルを変えたらギアが入りやすくなったのか。その前のメカトロ部分は同じ動きをしているはずですから、メカトロがギアを押して変えてやったのにもかかわらず変わってなかったってことなのかな。重かったとかね、あんま考えても仕方ないんで、変えてよかったなと。で先日の動画でもあった通り、オイル漏れをしていたという状況ですね。あれに関してはちょっと新しい商品を買ってきたんで試そうかなと思ってます。オイル漏れなんてね、日本車でしたことがなかったんで、どんなものがあるか分かんなかったんだけど、やっぱなんか一番評判が良かったんですよね。そいつをちょっと今日走ってきたら入れて、で様子を見ようかなと思ってます。エンジンオイルに対して7から8%で、さすがにねポタポタ垂れてるようなオイル漏れには効かないらしいんですけど、うちみたいなオイルにじみだったらね効くんじゃないかと思うんですよ。でどっからオイルが漏れてるかずっと辿っていったら、オイルパン一番下で、そこは濡れてるからオイルパンの可能性もある。で上見るとまだ上がある。でだんだん上見ていくと、どうやらオイルクーラーのあたりみたいなんですよね。オイルクーラーはね、ちょっとね外すのはかなり手間もいいとこなんでやりたくないなぁと。そんな時にオイル漏れに効くオイル添加剤があるっていうね、これは試してみようかなと思ってます。7000円ぐらいしましたけどね。それとインスタグラムの方でいろいろといつもアドバイスをくださる方がいらっしゃるんですけど、その人の情報で足回りの件、ドライブシャフトじゃないんじゃないかと。あれですね、
前の日本車の方で10万キロ超えで走ってた車、あれは明らかにドライブシャフトだったんですよ。冬の寒い日とかにこうハンドルを目いっぱい切って動くとなんかゴリゴリゴリっていう音がするっていう、あれはドライブシャフトのその CV ジョイントの部分がゴリゴリ言ってるんだろうなっていう想像はつくんだけど、今回確かにね、実は同じように右に思いっきりハンドルを切った状態で動こうとすると左のタイヤがなんかね、タイヤ自体が滑る感じ、地面をなんかずるずる引きずるみたいな、そういった動きをするんで、これもしかしたらねドライブシャフトじゃないんじゃないっていうこと言われて、もうとはいえね、ベアリングだったらなんか異音がしそうなもんじゃないですか。異音に気づいてないかだけなのかもしれないので、あとちょっとそのあたりも調べてみようとは思っているんですけどね。あまりねそのベアリング部分はね交換はできないこともないだろうけども、なんかねハマりそうな気がしてるんですよ。ベアリング周りのナックル意識までは外したけど、そこから先いくら叩いても外れないとか、それが起きちゃうと嫌だなとは思ってるんですよね。どうせショックを外すんだったらもうナックル部分バラすのとほぼ変わらないんで、そこまでやっちゃってもいいのかなっていう気もするんだけど、それはちょっと怖いんですよね。ドライブシャフトを交換する作業とどっちが大変かっつったら同じぐらいではないかとは思ってるんですけど、どっちもやりたくない作業ですよね。ドライブシャフト左右で買ったら送料2万4000円とか払って、送料が高いんだよね、アメリカからだと。合計8万超えみたいな話なんで、ベアリングだったらね確かに1万6000円ぐらいなので、それでもし良くなったらいいなと。ハブベアリングと一緒にタイヤをくっつけるナットが刺さるちょっとボルトが刺さる穴も一緒にあるじゃないですか。で前穴をきれいにしましたけど、実はもう交換したいんですよね。結構傷んでる気がするんで、そいつ交換しちゃえばいいかな、一緒にと。ただその作業は大変、非常に大変な作業です。といったわけで、いじればいじるほど悪いところが見つかっていくという、7年じゃないや、やっぱり12、13年経ってるしね。距離は7万キロぐらいですけど、もうそのぐらいはもうやばい部類に入っちゃうのかなと。お金さえあればね、足回り全特会みたいな感じでやってみたいんですけどね。とりあえず戻ってそのオイルシール剤使ってみようと思うんですけど、実はやっぱ心配なんですよね。ターボに影響ないと思ってちっちゃいターボファンを
回すところにやっぱオイルも一緒に潤滑されてるわけだけど、そこ詰まっちゃったりしないのかなと思ってね、かなり不安なんですよね。ターボの焼き付きとか発生したらもう目も当てらんないんですけどね。でそのオイル添加剤っていうのがこれですね。プラス91オイルシーラント。なんか有効成分が下にすごい溜まるんですよ。だから使う前にすっごい振れと。それとエンジンはかけたままこれを入れていってって言うんだけど、あの蓋開けていいんだっけ。なんかこの車の場合エラーが出そうな気がするな。やってみるか。で量がオイルが 4500cc ぐらい入ってる、 4.5 リットルぐらい入ってるんで 7,8% っていうとちょうどこれ1本ですね。325ミリリットルなんで1本使っちゃうことになりますね。ちょっとやってみる。気圧が変わるね。すごい不圧になってる。怖っ。いけないよね普通。そしたらこれよく振ってね。1分間振ってください。だけど取れてる可能性があるのはこの左側ですね。どこだ。これは外せない。エンジンマウント関係外さなきゃダメだね。うわー、なんだこのドロドロは。やべえ。ちょっとこんなに入れていいの。なんかすげえ怖い。最初半分にしとこうかな。なんかちょっと少なめでしょ。まあ半分より少し多めぐらいに入れました。ちょっとだけ回してくるかな。回すっていうかちょっと動かした方が良さそうね。この結果はまた今度裏側アンダーカバー外してみますんで、その時に撮影してみます。それじゃあまた。